どうも、時丸です。そういえば自分は、今、セミリタイア的な生活してるんですけど、クライアントワークをすべてやめてね、個人の制作だけで、生きてるんですけど、自分が会社辞めた時に、そういえば、チャット GPT に習って辞めたなって、そういうことを今日瞑想しててふと思い出しましたね。で、結構これ危険な部分もあるんで、全て真に受けないでほしいんですけど、あの、GPT どんどん進化してるじゃないですか。で、あれって結構いいことしか言わないっていうのは一つあって、で、対話をしていくと、もうなんか、その仕事辞めてもいいんじゃないとか、なんかそういう方向に結構持っていきますよね。で、もちろんその具体的な数値とか数字の計算をしてくれて、で、自分の安全領域みたいな、例えば1000万資産があって、その中で今後の自分の事業の見込みみたいなものがあると。で、それはクライアントワークをなしにして、それで生計を立てられるっていう、ところを計算してくれたりとか。で、僕もね、結構そこをね、活用している部分はあったなって思い出したんですよね。で、ちょっとうまく言えないんですけど、あの、結構ね、危険な部分はやっぱ多くて、というのも、今使われている GPT とか LLM のモデルっていうのは、結構言語を元にしていて、基本的にそのインターネット上のラーニングモデルで、大量学習をして、そこから言語の関連性とか推論によって、返答をしていくっていう風なモデルなので、LLM 自体が。だからその言語の限界みたいなもの、で、つまりその身体性を伴わないものには長けてるんだけど、そのやっぱり人間の活動とか生き方とか、暮らしとか生活っていうものは、なんかね、その言語だけでは測りきれない部分があると思うんですよね。で、それとはまた別軸で、セキュリティの問題とかね、今すごく言われてるわけですけど、で、ちょっとそれを、ざっくりね、これGPT にこれ聞いてみたんですけど、うん。つまりその LLM の限界が、言語の限界なんじゃないかなって僕は思ったと。そしたらちょっとこういう答えを叩き出してきていて、方向性的には、近いと。LLM 自体が大規模コーパスから分布的意味を禁じするような仕組みであるっていうこと。しかしそのため、指示語、つまりあれとか、それとか、これとか、あと空間語、そして、道具の可境性、アフォーダンスっていう言葉で示されてるんですけど、その辺の、あとはそのコモンセンスみたいなところの一部分がやっぱり脆い傾向にはあると。で、その言語学やってるそのソシュールとそこの関連性があるんじゃないかなっていうのはなんとなく自分の中にはずっとあって、で、そのソシュールというのは、記号イコールシニフィエとシニフィアンか。シニフィエとシニフィアンね。とシー性、そしてランガージュ、ラング、パロールっていうものを区別した人ですよね。その彼の枠組みっていうのは基本的に参照、レファレンスとか指標性を弱く扱う。で、これを補うのが、パースの参考記号論っていうふうなことを言ってて、で、それアイコンとかインデックスとかシンボルっていうもの。で、さらに、やっぱり言語哲学で重要なのが後期のウィトゲンシュタインっていう人、哲学者なんですけど、言語哲学の大御所ですけども、そこに習えば、LLM というのは、やはり生活様式、生活形式を持たずに、模倣的にその仕様を統計化しているだけ、そういうふうな言い方ができるっていうふうに書いている。これちょっとすごくおかしなことなんですけどね、こういうことを、LLM っていうか、GPT に聞くっていうこと自体が、ちょっとねじれている構造ではあるんですけど、でもそこは、そういうふうに出てくるんですよね。で、他には、グライスとかオースティンとか、クワインとか、いろんな理論をごちゃごちゃと並べ立てて、で、結局その言語の限界っていうものは、ウィトゲンシュタインの語り得ぬものっていう有名な文章がありますけど、その辺の系譜は、つまり言語が世界を切り取る枠であることを示す。で、ただしやっぱその人間言語というのは身体とか道具とか制度、そして共同体によって限界をこれまで拡張してきたと。で、
LLM のモデルは、現状その回路、拡張回路みたいなものを持たない。つまりその身体性とか社会的役割とか参加制度参加みたいなものを持たないから、言語の限界に見えやすいだけだっていうね。なんかそんな回答を叩き出してきてるんですよね。なんかそれが結構面白いというか、ちょっともやっとくるところもあるんだけど、ただそれさえも、他の方法論によって、乗り越えられるってこいつは思ってるみたいで、それが結構怖いところではあるんですけど、で、その反論と補足っていうところで今度マルチモーダル化、ロボティクス、道具化みたいなことを挙げてます。で、これはつまりそのマルチモーダル化っていうのは一つの、インターフェースが今、スマホとか PC だけになってるけど、それが、環境とか行為とか、視覚とか嗅覚とかそういうものに組み込まれることによって、その参照する領域っていうか、インターフェースが広がっていくので、よりね、ダイレクトにその言語モデルと接続できるっていうふうな、多分そういうことだと思うんですけど。で、あとはその世界的なモデルとかと長期メモリ。で、これものすごく今莫大な電力とお金がかかっていて、結局その AI カンパニーっていうのは、投資した分の収益を回収ほとんどできてないような状況で、ずっともう投資しっぱなしですよね。で、それで最近その AI バブルがいつ崩れるんだみたいな話がずっとされてるわけですけど、ただ、やっぱりその長期メモリっていうか、ずっとその記憶を実現するには、やっぱり今後もその引き続きその投資が必要なわけで、そこにそもそもその企業とか今のインフラとかが耐えられるかっていうか、そういうところは一つあると思うんですよね。で、まとめとして、LLM の主言解は言語そのものではなくて、言語を使用する、言語の使用を規定する身体性、実践、制度、環境から切断されていることにあると。そんな答えを出してきてるわけですけどね。だから自分がその仕事をね、それによって辞めるみたいな、エクストリームな方法を取ったことは、一部はちょっとちょっと引き目にやっぱり見てることはずっとあって、言語をあくまでも扱っているものなんだっていうこと。で、それはコンピュータとかプログラミングとかそういうところとも密接に関わってくるとは思うんですけど、つまりその01で表示されるものっていうデジタル的なものが、介在しているっていうところを自分の中で認識して、それを相手にするっていうこと。だから簡単に言えば完全に本気には真に受けないんだけども、そこを一回フィルターを通してみて、自分の頭で考えるっていうか、そういうことなんですよね。で、それをやってきて、今がある感じで、やっぱりいろんな用途には使えるとは思ってるし、使ってはいるんだけど、でもどこかやっぱりその限界があるんじゃないかなっていうのに、最近ね、ここ2、3年、盛り上がってきてますけど、なんかそういうことを考えてますね。で、やっぱ結構危ない使い方してる人も多いと思っていて、それの、注意喚起って言ったらちょっとなんか上からであれですけど、失礼ですけど、なんか、もうすぐになんか検索をやっぱり GPT でするようになったりとか、あとは自分のなんか、この経済状況とか、食事の状況とか全部入れてね、でそれによって最適解を導き出すみたいなことをやってると思うんですけど、あとなんかメールの返信を書かせたりとかね、なんかそういうことに使ってると思うんですけど、なんか最近自分は、ちょっとそういう反動があってっていうか、使いすぎてたこともあって、逆にね、使用を減らしてるっていうか、使わなくなってるんですよね。これまでより。で、自分のレターとか、ニュースレターとか、コアメンバーシップの記事とか、ジャーナルとかは、もうすべて自分の手で書いてるし、で、なんか構想練ったりとか、ちょっとアイデア出しみたいなこととかは、たまにやったりはするんですけど、使ったりするんですけど、なんかね、その本文を書かせたくないというか、なんか自分が書いた方がいいんじゃないかっていうか、なんかやっぱり自分の考えをそのままダイレクトに指先に伝えて、それをタイプしているっていうことが心地いいんですよね。なんか、で、しかもなんかより正確なやっぱり、よりダイレクトに出てくるし、言葉が。それが一つの身体を伴うものっていうか、結局言語で思考していて、言語がタイプされて、そのインターフェースを使って、表示されてるんだけど、結局大元には自分の身体があるっていうことで、身体を表現する道具としてただ、キーボードがあって、スクリーンがあるみたいな、なんかそういう、
ところで、結構その LLM のモデルっていうのは人間の脳に近いっていうのはもちろん言われていることで、で、ほぼほぼその人間もハルシネーションを起こすし、間違いを起こすし、むしろその自然的なところっていうのはもちろんそこはわかるんだけど、なんとなくその身体性っていうところは、今の GPT にも書けないようなその言葉の発露というか、なんかそういう瞬発的なこととか、そういうのはあると思いますね。結局はでもその自分の言語仕様とか文章をすべてラーニングさせて自分っぽくっていう風なものはもう今もすぐ作れるんですけど、でもそれをやっぱりあえてやらないのはなんでだろうっていうのか、結局なんか自分でやりたいし自分で書きたい。それが根底にあると思うんですよね。で、最初の話に戻すと、だから、信じすぎない方がいいっていうところが一つと、で、これも当たり前のことなんですけど、なんか、もちろんその具体的な数値とか計算とかは得意です。で、それを、やっぱり出たところでそれを真に受けてすぐ実行するんじゃなくて、自分の中で身体性に一回落とし込んで実証のフェーズを入れるってことですね。だから僕もその GPT に言われて仕事全部辞めたわけじゃなくて、で、その中にはいろんなプロセスがあって、で、特に自分で考えるっていうことをむちゃくちゃ挟んで、壁打ちしながらやっているっていうのが一つですね。で、もう一つは、リアルな自分の友人とか友達に最低二人以上は同じ話をしてみる。相談してみるっていう。そういう感じ。だから僕は3人とかぐらいに多分、そういう同じ話をいろいろしてて、やっぱりその返ってくる答えとか人によって違うんですよね。で、それによって自分が考えられるっていうか、で、そこはもうまさにその身体的なところで人と面と向かって、テキストじゃなくてね、声を使うってこと、自分の声を振動、キューキュー震わせて、なんか伝えるっていうことが、それによってそのプロセスを挟むことによって、なんかもう一段ね、クリアになる。でも結局最終的に出る結論っていうのは、結局そのリアルな身体性の中から、自分の中で負に落ちたタイミングで現れてくるんじゃないかなって思うんですよ。で、これわかんないです。でも正直。だからどっちがその最終的なところに落とし込めてるのか。もしかしたらすべてその自分の中で負に落ちたって思ってることがもうすでに一番最初にその GPT からの返答で結論で得ていたことかもしれないし、で、それが意識の中にあったものを、ただその身体を通してごちゃごちゃ外の世界でやったことをもう一回なんかわざわざ引き戻して、なんか自分の中で腑に落としているというか、なんかそういう感じもするし、だからそこはかなり難しいんですけど、一つ言えることは、人間っていうのはものすごく曖昧だっていうことですね。で、それは身体を介するがゆえの曖昧さっていうところもあるし、で、それは言葉を使っているっていうところが一つの曖昧さにもなっているし、だからこそいろんなメディア、つまり自分の中でそのマルチモーダル化させるっていうのか、自分の表出を。で、それはだから言葉だけではなくて、音声だったりとか、この YouTube もそうだし、YouTube だったら動きとか、その表情とか、声とかも伝わるので、なんか、そういう意味で、テキストだけよりは身体性を帯びていると。でもそこでやっぱり曖昧になりすぎるから、どうしてもその言語とかテキストに頼らなければならないところがあるし、そっちの方が情報効率としては良い部分もあると。だからみんな結局テキストメッセージを使ったりとかメール使ったりとか本読んだりとか電子書籍を買ったりとかしてるわけで。だから結局それが一つにならない方が自分の思考とか表現っていうものは豊かになるんじゃないかなって。最終的に考えたことはそういうことですね。だからどうしても GPT っていうのは今の段階では言語だけに頼ることになるので、やっぱ音とかその身体性とかそういうもの、匂いとか、その感触とか触覚とかなんかそういうところが欠けてるので、そこだけにコミットしていくのはちょっとなんか危ない気がしていると。ちょっと話まとまりませんでしたけど、今日考えたことはそういうことです。で、ちょっともう少し整理して、自分のジャーナルとかレターでお送りしたいと思います。このチャンネルでは少ないもので暮らしながらより作っていく創造やミニマリズムのアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから YouTube の原稿や深掘り記事を書いたコアメンバーシップとニュースレターもぜひ登録お願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画で。バイバイ。